マーさんのレトロゲー、のんびり実況始まるで。月風までやります。雷が、いかにも好みの雷。どいどい。歩いて進む。ここらが見えますね。手当たり次第に入ってみるわ。ひひひ、呪われた地獄へようこそ。はい。もしそなたが、誠の勇気を持つものならば、見事竜骨鬼を通し、そなたの先祖から伝わる家宝の波動拳を取り戻してまいれ。さ、行け、竜骨鬼を倒すのじゃ。了解したのよ。さっきの人おばあちゃん。そうですよ。子供の頃の記憶やったら、髪の毛のない男のお坊さんやと思っとったん。そう見えなくもないですね。ほんでも考えてみたら、源平東馬伝はおばあちゃんやし、そりゃ月風魔伝もおばあちゃんかと。その2作品の関連性は皆無でよくわからないですが、多分おばあちゃんで良いと思います。ほんで、風魔は剣を取り戻してラスボス倒すんが目的なんで。ラスボスという表現は雑ですが、竜骨鬼を倒します。それでは、事の顛末を聞きましょう。右上におばあちゃん登場。これはもう昔話とも予言ともつかぬ、幻の伝説じゃ。遥か時を超え、魔暦元年、竜骨鬼が地獄界より目覚めた、地上界の平和を守るために、風魔は立ち向かったのじゃが、共に戦った兄二人は、竜骨鬼に殺され、家宝の波動拳も奪われてしまった。じゃが、風魔は悲しみを復讐の気持ちに変え、必ず竜骨鬼を通し、波動拳を取り戻すことを二人の兄の魂に誓ったのじゃ。おお、今そなたの後ろに風魔が見える。風魔の伝説が蘇ったのじゃ。目指すは、狂気と、竜骨鬼の住む、魔の島じゃ。なるほど、完全に理解した。ここは狂気島で魔の島。お兄ちゃん二人の分も頑張る。大体そんな感じです。ちなみに先ほどウィキペディア見てきたんですが、息に頼るとは情弱ね。この世界は超未来のお話。魔暦元年とは西暦14672年。これは大きく出たな。火の鳥未来編ですら西暦3404年。これをめっちゃ超えてきおった。月氏は1万年を超えて地上を統治。火の鳥世界の統治よりもはるかにうまかったんやな。そういうことになりますね。この地獄界には島が4つある。島にはたくさん店があるから、そこで武器を買うとよかろう。なるほど、完全に理解した。お金貯めるか。強い武器いっぱい買いましょう。敵をひたすら倒す。お金貯めるつもりだったのに風魔の命がピンチに。敵の魂取ったらちょっとだけ回復するんじゃよ。星が悪いですね。いけるや。わお釈迦の一文字が見えたような。この辺りはちょっとだけお金がようけもらえる気がする。しかしお釈迦ってしまえば元も子もない。ほんまそれすぎた。200円貯まったでよ。お目当ての商品でもあるんですか？この先のお店で刀売っとったん。強い刀だといいですね。いらっしゃいまし。若いの何か買わんかね。200円の刀ちょうだい。毎度あり。まだ何か買うかね。いただけるんで。それぐらいの稼ぎじゃれないね。まだ何か買うかね。お金ないで。また来ておくれ。岩の剣を買いましたね。あの店主、商品の説明、なんもなかったよな。そうですね。とりあえずウィキペディア見てきた情報では、息に頼りっきりやな。行く手を阻むそれっぽい岩を壊せるようになるようです。攻撃力上昇などの効果はありません。そんだけ分かったら完璧。岩の剣装備する。A ボタンと B ボタン使ってそれぞれ装備を切り替えます。これやな。スタートボタンでポーズを終えれば装備できます。合点承知の助。のんびりした硬い敵見つけたわ。動きが遅くて助かります。おお、100円もくれました。こりゃ後でお金稼ぎじゃな。いっぱい倒しましょう。目の前のシモンが邪魔やわ。泡攻撃と挟み撃ちに。もっぺん倒しとくわ。それが良いですね。硬い。これも100円のため。100円くれんかった。後で稼ぎましょう。吸血鬼にやられた人間の骸骨を倒していきます。シモン。すごい設定ですよね。コナミワイワイワールドでおなじみ。月風魔伝が先ですからね。そうであった。岩壊すで。力太鼓ゲット。守りだこな。早速装備しましょう。前方に力を飛ばし、攻撃します。風魔がちゃんと太鼓を持っとるんが好き。飛び道具が使えて心強い。それでは先ほどの、あのまんまるくんには悪いけんど、熱力流ですね。めちゃめちゃ倒させてもらいます。100円も落とされると倒したくなります。稼ぎたくなります。2000円まで稼いだで。お疲れ様です。ほな、
次の重要アイテム取りに行くで。鬼面符ですね。そうや。三門の波動拳は3体のボスが所持しています。それぞれ鬼面島、国門島、三つ首島にて、風魔を待ち構えています。現在いる狂気島から他の島に渡るためには、通路前の門番鬼に、鬼面符を渡さないと通ることができません。ほな剣もらいに来たで。鬼面符欲しくば邪気と戦うべし。お主戦うか。へい。いきなり1対1の戦いやで。装備変更中。太鼓で。ボスの目の前で太鼓を構える風魔。攻撃当てたら交差して逆側に移動や。邪気の弾のダメージは大したことないのです。体当たりだけ気ぃつけて。遠くから力を当てまくるで。力便利。太鼓かわいい。やはり弾は全然痛くないですね。邪気の体当たりやと5倍ぐらい食らうとお釈迦。遠距離での攻撃が大正解。交差失敗。ダメージない。倒したで。鬼面符ゲット。ほな、別の島に渡るか。行きましょう。ちょっと買い物。守り釜を購入。敵がおる。当たると戦闘です。ロマサガ2の悪夢が蘇るわ。ミスティック。やめろ。太鼓持ちたい。装備変更。飛び道具はやめられませんな。安全な位置から一方的に攻撃。いいですね。敵の攻撃前に先制攻撃。なんか飛んできましたよ。ぐふ。ギャフ。飛び道具では小回りが効かない。的が小さて、当てるん一苦労や。先ほどの浮遊物以外は問題なさそうですね。そうやな。まだまだ太鼓を持っときたい。次の骸骨が。全部やっつけていくしかないか。門まで来た。案外遠かった。ここを通る者、鬼面符なしでは通せぬ。お主、鬼面符を持っておるか。へい。通ってもいいように。あらかわいい。別の島につながる地下通路？詳しく知りませんが海底トンネルなんでしょうか。やはり太鼓装備。まだまだ飛び道具に頼りたい。感じに降りて。一方的に鬼を倒す。鬼、結構硬い。そうですね。倒すのに3発必要。お金は30円くれる。結構多い。稼ぎたくなる額です。こんな感じでじっくり進んだら、まだまだ太鼓で進めそうやな。鬼を倒して30円ずついただくこともできそうです。祈願塔ついたで。いろいろあってお店。全部かわ。お金はたっぷりあります。お守り。一時的に防御力を上げ、何度も使える。めっちゃええやん。方向石、3D ダンジョンで方角を表示。ろうそく、3D ダンジョンを明るするで。ろうそくで照らすのはグニーズ2を思い出します。ろうそくが万能すぎるけん。次は波動拳を目指すかな。いえ、お店がもう1点。そこでは武器が買えるので。これはいかんとあかんな。先ほど買ったお守りも装備できます。ひとまず太鼓ちゃん。行きましょう。着いたで。大胆にステージを飛ばしてきたわね。右に呪いの爆薬が売っています。500円。お守りより安いやん。もちろん買うで。呪いの爆薬購入。はよう使うてみたいで。ですね。装備変更。地面を張っていくんか。ミサイルみたいな軌道ですね。ミサイルは地を這うんが標準の世界やな。すべての兵器はグラディウスを基準に。射程が伸びた分、敵に当たり損ねたら次弾の発射が遅れるな。力太鼓は射程が短かったですが、守り太鼓な。連射の回転率で小回りが効きましたね。太鼓ちゃんのが使いやすかったけど、まあ、射程も伸びたし、威力も上がっとるみたいやし、こっちで慣れていくわ。それでお願いします。太鼓を構えた風魔が名残惜しい。ボスの根城を攻めていくで。ボスとは独眼独図のことです。ボスまでの道のりは 3D ダンジョンや。先ほど買ったろうそくたちの出番です。扉は剣で切り開く。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。わしは何も言わん。お主が竜骨鬼を倒すのを待っておるぞ。任せといてよ。しかしまあさん、3D ダンジョンは大の苦手である。何度か聞きました。この頃のコナミ、グーニーズ2はまだ簡単やったけど、頑張れゴエモンの 3D ダンジョンはあかんかった。なんでコナミは 3D ダンジョンを使いたがるんでしょうかね。一回開発したライブラリーを使い回しとるんかもしれんが内情は知らん。コナミのゲームで 3D ダンジョンが出てきたら、そこで諦めていた子供の頃でした。扉。せい。敵と遭遇。ちょっと目痛いな。あれ？おや？なんか知らんけど風魔の表示が消えるアクシデント。うちのポンコツキャプチャーボードがしょぼいんでしょうか。
レトロフリークで遊んどった時は普通に見えたんやけどな。まあ、気にしても仕方がないので。アマゾンで買った6500円のポンコツキャプチャーボードすな。何これ？なんか来ましたよ。ボーナスね。お釈迦様が玉をいっぱい投げてくれるあれか？淡路。この面は初めて見た。どうやらお金を稼げるステージのようですね。ようわからんけど、金を一つ取ったら5円かいな。取っても増えない金があったり謎ですが、おおむねそんな認識で良さそうです。見た目の華やかさとは別に、そんな稼げんな。ま、なんかノリのいいステージに来れて、良かったと思います。せやな。3D ダンジョンに戻って進んどる。もう完全にお手上げなので、攻略サイトさんに頼ったんやで。すでに先行していた冒険者が、正確な地図を作ってくれていたようです。さすがのマーさんも地図を見ながらやったら余裕やで。当たり前です。ふひひひ。3D ダンジョン突破したやで。サンズはあとありますね。なんで弁慶がおるん？理由はわかりませんが、限定トーマデンとの関係性は皆無ということだけはわかります。なるほど、納得しかない。装備変更。それっぽい雰囲気。ドクロ噴射。避けれんやん。前で止まったのは失敗でしたが、まあ大丈夫ですよ。ボスです。ボスの名は独眼毒図。空飛んどる剣切るしかないか。独眼毒図には呪いの爆薬は使えませんね。顔にぶつかったらめっちゃ痛いん。防御アイテム使いましょう。600円で買ったお守りや。このお守り、実は無限に使えることをこの時は知らない。ダメージの軽減効果がすごい。3分の1ぐらいに抑えられているように見えます。こなけど、もう限界かも。初見で倒すのは難しかったか？やばい。風前の灯火。風魔、残念ながら押し勝ってしまいました。もう一度蘇らせてやってもよいがのう。おばば、頼む。かしこまり。あらら。もっぺん頼む。かしこま。風魔の動きが良くなってきましたね。その通りや。割と分かってきたで。最初からお守り装備で防御も万全。お守りが地味に強いん。やっつけたで。お疲れ様です。得た。家宝の波動拳。取り戻すやで。ゲット。何が始まるん？黙って見守りましょう。取り戻した波動拳が2本に分かれて風魔の剣に合体する。見守りましょう言ったのに。後ろにお兄ちゃんおったで。そうですね。では、元の狂気塔に戻りましょう。ルーラとか飛空艇とかないん？ありません。全部徒歩かえ？全部徒歩です。結構厳しい世界やった。エレベーターやエスカレーターに頼らず行きましょう。そういうレベル？そうそう。風魔の隠れた能力を見つけたで。何ですか？何でも段差から落ちた時、すぐにジャンプしたら空中でジャンプできるらしいね。その能力を使ってあのアイテムが取れるわけですね。早速試すぜ。落ちた。失敗や。お帰りなさい。こっちへと行けるはず。できたできた。なるほど、そういうことで分かった。あのアイテムがあるぐらいの1への落下が、ジャンプできる距離の限界のようですね。なんで穴んとこに1アップあるんかと思ったわ。それでは、こちらの扉を通り、2本目の波動拳を取り戻しに行きましょう。島を渡るため、2つ目の記念符いるんよな。そうです。1本目の波動拳を取り戻したので、先ほどの狂気島北部へ通じる扉を通れるようになりました。狂気島はスタート地点の島の名前ね。ここに記念符あるんやな。そうです。お主金は持っておるか？結構あるで。キャッシュがあれば記念符をやろう。地獄の沙汰の金次第。ヒヒヒ。200ほど払ってもらいまひょか。やし払うで。ヒヒヒ。気前が良いのお主。稼いだけんの。じゃが金だけではやるわけにはいかん。てめえ。邪気と戦ってもらうよ。ヒヒヒ。結局戦うんかいな。邪気、2戦目。初戦と一緒で弾は食らっていい。体当たりには気をつける。2戦目は頻繁に飛び込んできますね。飛び込まれたら厳しい。回避不能やわ。できるだけ離れず戦うしかなさそう。そんな感じ。追い込まれてきました。風魔の体力が。割とピンチに。お札は捨てとった。防御力2倍。記念符ゲット。やっつけれました。それでは、2本目の波動拳がある獄門島へ向かいますか？思っとったんやけど、耳寄り情報。噂ではこの近くで3つ目の記念符ゲットできるらしいで。なんと。ほなけん、予定変更して記念符取りに行くで。いろんな遊び方ができるんですね。現場に到着や。本当に近かった。記念符をやるべきかやらざるべきか、それが問題じゃ。こんな感じでなんもない祠に見えるんやけど、
実は7回話を聞いたら鬼面服くれるらしいんよ。これは、子供の頃にやった、わからずに投げ出すやつですね。こんなん絶対わからんって、多分ヒントもないやろうし。多分。やる。やらない、やらない。お。むむ、運のいいやつ。鬼面符をやろう。運が良かった。3枚目の鬼面符ゲット。ほんまにくれとる。3枚目の鬼面符をゲットしたらどうなる？知らんのか。先に三つ首島へ行ける。2本目の波動拳がある極門島を飛ばして、三つ首島へ3本目の波動拳を取りに行く。波動拳は順番通り取る予定や。目的は種あると？噂によるとスクリューアタックが取れる魔性の浜ですね。スクリューアタックめっちゃ好きな。こいつ聞こえないふりか。メトロイドでも大概後半で取るのに、月風魔伝では中盤でもう取れる。そんな情報に触れたら、取りに行くしかないと。取りに行くしかない。わかりました。多少変則的ですが、行きましょう。異界でか。狂気島の北東部に到着しました。一個生島飛ばしたけん、敵が強いとの噂。それはそうでしょうね。お守りは忘れず使え。ほんまそれ。雑魚が硬い。呪いの爆薬では4発必要。サソリは3発で倒せる。剣で切った方がええか。そんな気がします。ひとまず装備を剣に変えて進むわ。岩壊すついでに変更できてるかったです。なんかすごいんに襲われたで。背景の月かと思ったら敵でした。体当たりのダメージ案外でかい。さらに倒すこともできません。井戸から謎のでんでん虫。怖いですね。手強い敵と噂やったけど、空から襲ってくる黄色い球体以外は案外大丈夫ですね。その球体が出た。怖いですね。むっちゃバウンドしてくる。ほんで避けにくい。怖いですね。怖いですねしか言わんようになったで。私の実況はいいから。鳥居到着や。そろそろ次あたり、スクリューアタックあるねんやろ。どうやらそのようですね。魔性の駒ですが。念願のスクリューアタックを手に入れるぞ。そんなこと言ってたら、お釈迦にしてでも奪い取られますよ。何をする貴様ら。というわけでスクリューアタックを手に入れます。この先に魔性の駒があります。空から黄色い球体が。こっちに来ないでほしいですね。目の前にあるのにサソリが倒せ。焦るんじゃない。俺は魔性の駒が欲しいだけなんだ。魔性の駒ゲット。早装備して使いたい。わかります。回っとる。連番のやつ。ジャンプの軌道がちょっとちゃうな。多少ジャンプ力が落ちると書いていましたね。ジャンプの始めに垂直に上がっていく感じやわ。普通のジャンプやと横に移動しながらジャンプできるけんど、スクリューアタックのジャンプは始めの少しの間、上昇中に左右の操作を受け付けへん感じ。それでジャンプの横の移動距離が抑えられてしまう。結果、ジャンプ力が落ちるわけですね。そんな感じやね。使うとわかるんやけど、ジャンプの操作感が全然違う。見ている分にはそこまでの変化は感じないんですけどね。ジャンプの始めにちょっとだけ引っかかりがあるように感じるわ。すでにクリア済みの視聴者さんも、なんとなく思い出せたかもしれませんね。風魔さんでんでん虫を飼っている。井戸から無限脇っぽかったけん、スクリューアタックしまくった。すでにお金がカンスト。でんでん虫めっちゃお金持っとったわ。では、3分ほどの寄り道の目的も果たせましたし、波動拳を返してもらいに、極門島へ向かいましょう。そういや三つ首島まで行ってへんな。魔性の駒は狂気島の北東部にありました。3枚目の記念符はいらんかったみたいですまん。狂気島の北西部から極門島に向かいます。シンボルエンカウントがロマサガ津波。避けれません。門に着いたで。迷路が大変でした。ここでアイテム確認。記念符は2枚で通れます。防ぐアイテムは全部持っとる。残機は5機。お金はカンスト。魔性の駒まで持っている。準備は整った。ここを通る者、記念符2つなしでは、通せぬ。お主、記念符を持っておるか。3つあります。合格。ありがとう。極門島に通じる地下トンネル。地下トンネルかどうかは定かでありません。島を突き進む。この先のお店に、新しい武器が売っているようです。金ならある。符号のセーフ。いらっしゃいまし。若いの、何か買わんかね。手裏剣、900円。よし手裏剣ネット。ついでに隣の肌着も買おうかな。呪いの衣です。数秒だけ無敵になり、ボス以外の敵を触れるだけで倒せるようになります。スターか。ランネもマリオで処理する。アイテム確認。かなり充実しましたね。攻めるアイテムの空欄は残り1つやな。これが手裏剣か。かなり強いですね。今まで突進で苦労していたとこも、寄せ付けないです。
コナミワイワイワールドで見たことある。もちろんこっちが先ですよ。ワイワイの風魔もスクリューアタックしたらええのに。また無茶なこと言ってる。手裏剣とスクリューアタックの組み合わせ最高。わあ。完全に油断したな。ジャンプ力が下がっとるん忘れるな。お前言う。武器も新調したし、改めて波動拳を目指すで。2本目。3D ダンジョン入りました。相変わらず戦闘シーンでは敵か風魔が消える現象。新しいキャプチャーボード、買う余裕なんてないので、このまま走り切ります。おうよ。 3D ダンジョンを抜けました。サンズの子は、お守りとスクリューアタック装備して、すぐに手裏剣も装備する。ちょっとめんどくさいですが、毎回これをやらないと始まらない。弾丸を3つ使うだけあって強力な武器。ワイワイワールドですね。弾丸はありません。弾丸を通貨みたいに使う特殊な世界線ではなかったか。弾丸100個もらおうか。採用に到着したようです。ボスです。こいつもコナミワイワイワールドで見たやん。マントで飛んでスルーした気がするわ。今回はスルーできませんので、しっかり倒してください。合点承知の助。2本目の波動拳を守っているこのボスは、胸骨牛貝。なんか怖そうな名前よね。初見の戦いの行方は、おしゃかってしまいました。お帰りなさい。こいつ、強いで。先にスクリューアタック取って有利なはずやのに。魔性の駒の無敵時間で、回避しながら戦えますね。この鉄壁のガードよ。剣を飛ばしてガードをなくしてもらわんと攻撃が通らん。攻撃が来たら魔性の駒の無敵で回避です。追い詰められたらスクリューアタック使って、最小限のダメージに抑えて裏に回る。そうしてまた手前の剣で攻撃してきて、ガードが開くのを待つ。基本的にはこれを繰り返すしかありませんね。長期戦やな。ガードされっぱなしで攻撃できん。これはきつい。裏に回って仕切り直すしかありません。背後から剣飛んでくるのやめて。これは見えない。やばい。回復薬使うわ。体力 50% 回復。守り玉を使うも、一瞬でバリアが消える。一定数以上食らうと消滅のはずだが、守り玉、めっちゃ残念やん。お守りを忘れていた。防御力2倍ですし、使用回数無制限ですし。使うんはせんといてな。無傷で背後に回った。これは大きい。ボディがガラ空きだぜ。攻撃チャンス。打ち込め。トスター。お疲れ様です。波動拳、2本目ゲット。よっしゃ。なぜ取り戻した1本を2本に分けて、手元の剣と合体するのでしょうかね。それはちも気になっとる。合体。お兄ちゃんたちも背後で見とってくれとる。これで残る波動拳は1本です。奪われた最後の波動拳があるのは三つ首と。しかし、我々はその島を知っている。さっき近くまで行ったけんな。あっさり結論言った。ここは話を盛るタイミングでは。ジェットのせいで歯車がずれたか。2つのネタを同時に盛り込まれると、聞いている方は混乱します。温めるジェットシューマイを食べたわけでもなく、タバコを咎められたわけでもない。せめてもっとメジャー作品の話をした方が。孤独のグルメは今や超人気コンテンツ。マーさんがハマっていたのは2000年。ほなけどジェット言うてゴローちゃんを思い浮かべる視聴者さんは少なそうなも事実。わかってるじゃない。やけど、一つ目のネタにジャンプのジョジョを持ってきとるし。2部のスピードワゴンさん登場時の煽りが好きなのは分かっていますが、果たして視聴者さんは濡れているのか。ははは、めっちゃ早口。さすがスピードワゴンさん。狂気東北東部のシンボルエンカウント地帯に到着したようです。もうジェットの話せんの？スピードワゴンさんの話も終わりです。早速ぶち当たる。ミスティック5体。だけんやめよう。アイテム選びがスムーズ。慣れるぐらいはやった。これは見つけちまった。やばいのを見つけましたね。ゲームが終わる。見ている限りですが、無敵から無敵に繋がっている気がしますね。スクリューアタックの着地硬直がゼロやった。細かい検証はしていませんが、タイミングバッチリであればかなり強いです。タイミングやなくてもレトロフリークの連射機能で OK。魔性の駒で無慈悲に突き進む風魔。あっという間に門に着いたで。ここを通るのも、鬼面符3つなしでは、通せぬ。お主、鬼面符を持っておるか。あるで。お通り召されい。山中なのよ。いつもの海底トンネルを通り、水首島へ向かいます。海の向こうの島へひとっ飛び。着いたで。いつものスクリューアタック。そういえば手裏剣は装備しないんですか？スクリューアタックだけで十分じゃろ。てか火山の上で何やってんですか？命が減った剣回復してから行こう思って。余裕ありすぎですね。火のエレメンタルみたいなん来た。
魔性の駒の着地を狙われている。無敵から無敵に繋がってないのでは疑惑。マーさんが勝手に思っているだけかもしれませんね。まあそれでも強いんは変わらんし、よし。噴火する火山の障害物。怖いですね。こちらにはスクリューアタックがあるじゃろ。ジャンプ中完全無敵で噴火がただの背景に。普通にジャンプして進むだけでよかった。やはり主人公のパワーアップはこうでなくては。圧倒的に強くなるのは最高に楽しいですね。三つ首塔をずんずん進む。落ちた。危なかった。難しそう。今までの島と比べたらえらいむずーなっとる。最後の波動拳を守っているだけはありますね。3本揃うと最強の剣になる。ほなけどお兄ちゃんたちはやられてしもたやん。私思うんですが、3兄弟が1本ずつ波動拳持ってたんじゃないかと。3本の波動拳を合わせんと分割して、兄弟仲良く使っていた。ありえるな。そもそもの波動拳がどれほどの強さなのかは知りませんが。それよ。ストーリーでもらえる最強の武器をうちは信用してへん。ほほう。ちなみに波動拳も、民を犠牲にしたアルテマやろうプレイ中の今でも高をくくっとる。最強の信用のなさ。仮に最強でも攻撃力が50強いです。言われても大した感動はない。手厳しい。そんなん言うとるうちに 3D ダンジョンクリアよ。流れるようにクリア。ボスです。三途の川の弁天たちは飛ばしました。ボスは竜頭キビ。はじめは3体の忍者に変身して登場しますが、そのうち正体を表します。この忍者、コナミワイワイワールドのゴエモンさんステージにおったな。いましたね。案外強敵でしたが、まさかボスだったとは。知らんかったわ。月風魔伝は案外いろんなとこで使われとる。肝心のボスですか。ご覧のありさまよ。スクリューアタック連打で何食わぬ顔でやり過ごしとるわ。魔性の駒はほんと強いですね。それよ、波動拳を手に入れたところで、スクリューアタックから乗り換えるほどの価値があるのか。やはり信用していない。合体です。縦に繋がるとは、そうきたか。竜頭キビ、本体が現れました。火炎攻撃と体当たりを仕掛けてきます。体当たりやったら風魔の方が1枚上手よ。スクリューアタックを防げるのはメトロイドぐらいだぜ。ゲームが違いますがアイスビームないので風魔さんはメトロイドの餌になってしまいます。このボスはスクリューアタックのラリクラリで倒せそうやな。私もそんな気がしていました。ハイパー試験。撃破。やったで。最後の波動拳ゲット。シャキン。見えてへん。キャプチャーボードがポンコツで最後の波動拳の合体シーンを取り逃す。雷落ちてお兄ちゃんが見えた。いつものお兄ちゃん。確認してみましょう。映像やと取り逃がしたけど、攻めるアイテムに入っています。ちゃんと取れとってよかったわ。ようやく手に入れましたね。ほな、装備してみてみよか。連弾のアイスソード。やめろ。装備変更。今までの武器同様に装備して使います。ふっ、なんか今すごいのが飛びましたよ。ひょー。これぞ最強の武器。そう、こういうのをやりたかった。コナミさんが勝ってる。攻撃力の内部数値が高いとか、剣のリーチがちょっと伸びるとか、そんなんやと満足できん。この圧倒的な攻撃範囲。剣を振ったら全滅していくぞ子たち。もうなんか色々最高です。下方の波動拳。アクションゲームでストーリー通りに本当にすごい武器って珍しいかも。アルテマ使いしとって、正直すまん。ま、いいんじゃないですか。それでは、下方の波動拳を全て取り戻しましたし、残すは打倒、竜骨機。三つ首島から狂気島の南部まで戻らんとあかんな。強力な武器を持っているとはいえ、結構大変な器用ですね。ルーラがないんは初めから分かっとったこと。狂気島北部から狂気島南部へのワープがあるのは、せめてもの救いです。開発者さん分かっとる。狂気島南部は序盤の場所なので、大念動波で雑魚が消し飛んでいきますね。もうすぐボスの根城やと思ったら、この大念動波で楽しめるんも終わりが来るの。ちょっと寂しいですね。着いたで。すべての波動拳を所持していると橋がかかります。このまま後ろに突貫。あの建物から洞窟に入り、抜けた先が竜骨機のいる場所です。洞窟通らんとあかんのやね。そうです。これが塩やと思ったわ。あとちょっとですよ。波動拳装備。最後の雑魚戦ですし。押し通る。鬼がかわいそう。伝説の武器やなしに、家宝ってのもなんかええな。言われてみれば。ここは、島のてっぺんか。そういえば、三つ首島に行く途中に見えましたね。あんま覚えとらんねん。謎の小さい、迷路もどきを越えて。白いお城？白いお屋敷かもしれません。お屋敷やな。
いざ、竜骨鬼を倒し、兄ちゃんたちの魂を鎮めるのだ。なんやねん。ラスボス、第一形態です。波動拳装備や。波動拳の来年動波が圧倒的すぎる。ラスボスの攻撃を軽く揺るがしています。今高くてこんな心強い最強武器があったやろうか。いやない。撃破、風魔、被弾少なし、ラスボス、第二形態です。盾とかずるいやん。来年動波も大概ですよ。竜骨鬼の攻撃はナイフ投げ。地味なところで手堅く風魔を取りに来たか？当たっとんか伏せられとんかよ、わからん。私もわからん。当たっている音はします。コツコツ行きましょうか。追い詰められてきた。思い切って超接近戦。当たっとる。来年動波は全て弾かれているので、刀身が直接当たっている。撃破。ラスボスです。竜骨鬼、最終形態。ワイワイワールドで倒したやつ。こちらでも倒しましょう。防ぐアイテム装備。念には念を入れて。守り釜でバリアをつけるようです。さらにもう一度お守り。気休めバリア。前に一瞬で剥がされてた。竜骨鬼水平炎。よけれん。被弾したがバリアが機能している。バリアまだ健在。竜骨鬼交代。来年動波で遠距離性はこちらの圧倒的有利や。またこちらに接近。近づかれたら炎をよけれん。被弾しましたがバリアが強い。なんで今回こんなバリア強いん？以前のボス、胸骨牛外では、かすっただけで剥がされました。そんな感じやった。また近距離で炎。2発被弾したが何かおかしいぞ。バリアが強すぎてずっとノーダメージ。まさかこのままバリアが有効な状態で撃破。余裕すぎて、金属がない。ほんとどうしましょうか。あかんって。絶対もうすぐ倒して待って。ラスボスの安否を気づか、謎のゲーム実況。風魔は攻守ともに強すぎた。なんでバリアがなんの？主人公の鉄壁の守りに怒りを覚える実況者。懲らしめてもた。余裕でしたね。ほんま守り玉どないなっとるねん。こんな展開になりましたが、何はともあれエンディングです。兄ちゃん、仇は取ったで。雷。兄ちゃんやん。波動拳が3本に分かれた。波動拳、弱体化せんの？同じ鉄は踏まない。ほんまに？ 3 人で掴んだやん。荒ぶる魂。兄ちゃんどうするんや。天高く舞い上がる。竜骨鬼ですか？島。でかい骨も倒したやん。やりよった。とどめを刺したのかな。終わった。終わりましたね。もう出てこんよな。大丈夫です。お疲れ様でした。いやー、よかった。アクションはもちろんよかったし、いろんな武器を探して風魔を成長させるんも楽しかった。お金集めも面白かったけど、最後金が余ってしまったので、お店の存在はもう少し厚みが欲しかったですね。3D ダンジョンは相変わらず苦手やけん。あの辺りは素晴らしいインターネットの力で強引に解決。かと思えば突然のシンボルエンカウント。ロマサガ2の悪夢が。ミスティック気弾。やめろ。何はともあれ、めっちゃいいゲームやったで。月風までは視聴者さんがおすすめしてくれたんですよね。そうそう。たまにやっとる次の動画何にする？アンケート。視聴者さんからのリクエストでリストイン。その後3秒を獲得。今回の実況動画制作に至ったわけです。マーさんは昔の 3D ダンジョンのトラウマがあったけん、自分では絶対に選んどらん。言っとったわ。しかし、自分を鼓舞して遊んでみたら思わぬ両芸。まさに力太鼓。守り太鼓ですね。人の言うことは聞くもんじゃの。己の中だけで進めると、世界は閉じていきますからね。これからもこんな感じで、のんびり実況は温かい視聴者さんと共に、わちゃわちゃと楽しいを作っていけたらと思っています。マーさんがゲーム開発仕事に復帰できてしまったので、忙しいて動画制作に使える時間減ってもたけど、実況動画を作るのは楽しいので、まだまだ視聴者さんと一緒に、楽しんでいきたいと思っています。ほな、今回も、ご視聴ありがとうございました。のんびり実況では団員募集中。チャンネル登録や拡散、ほんまありがとう。コメントに拡散、本当に嬉しいです。ええ感じやったら他の動画も見てほしいで。言ってほしい、のんびり団員1億人。はよ絶好調で調子に乗りたい。このままだと団の面目丸つぶれ。ほな、次ののんびり実況の時間に、レトロゲーのんびり実況チャンネルで。